私たちは近くにいる人の影響を必ず受けます。気がついたら同じような言葉を使い、気がついたら同じようなものを好み、気がついたら同じようなパターンで行動する。ペンネームともさん、10代、もうすぐ20歳に近いのかなになられる男性からいただいたお悩みです。こんにちは、大愚現象お尚さん。いつも動画ありがとうございます。今回は言葉の使い方についての相談です。私は暴言や攻撃的な言葉について悩んでいます。私の父は自分の気持ちだけを常に考えていて、自分の気に入らないことがあれば相手を批判し、自分がコミュニケーションを取ろうとするときには土足で相手の趣味に踏み入り、拒絶されればまた否定します。私は漫画が好きなのですが、いつもそんな感じで扱われ腹立たしいです。そして私の母は完璧主義で、小さい頃から常に成績や功績などで良いものを残していました。その影響からか、他人にも完璧を求めます。私の父は自分さえ良ければなので適当です。それに対して母はバカなど大声でわめき散らし、父はものすごい言い訳をして逃れようとします。私には姉もいるのですが、姉は他の人に比べるとズボラでマイペースです。それに対してやはり母は暴言を吐き、姉は言い訳をして逃れます。やっていることは普通の人と変わらないように聞こえるかもしれませんが、実際は相当おかしな家庭だと成長するにつれて実感してきました。私もそんな家庭で末っ子として生まれてきたので、高校1年生まではそれが影響し、自分勝手で建前を気にして、都合の悪いことは他人を蹴落としてでも言い訳をして逃れてきました。そして友達とのコミュニケーションがうまくいかず悩まされ、さまざまな自己啓発の本を読み、自分はアダルトチルドレンなのかなとか、鬱なのかななど勉強し、実践し、少しずつ改善の方向へ進んでこれたと思います。私は漫画家になることや受験などに真剣に向き合うようになり、逃げ腰という面は少しずつ改善してきたかのように思います。怒りも大愚現象さんの動画で対処方法がものすごく効果的で向き合えるようになりましたし、辛い時にも何とか立ち直れるぐらいにはなりました。できない時もありますが、しかしそんな中、友人と話していて、私は話すのがうまくないので聞くことに重きを置いていますが、そういう関係かよくボケや話に対して突っ込むということが多々あります。そんな時、私は母や姉のよく使うバカじゃんとかしんどけなどが本能的に出てしまうんです。笑顔で言っていますが、直そうと努力をしても少し気を抜けばまた言ってしまいます。なので私は母にもうそんな言葉遣いをしないでくれ、友達との会話に影響すると頼んでみたのですが、改善される見込みもありませんし、姉がそれに対してバカじゃないの？影響を受けるってことを事実だと思っているから影響されるんじゃんと言われ、内心死ね、自分も影響を受けているくせに気がつかないなんてバカな姉がと心の中で怒りと憎悪が爆発してしまいます。なので私はどうしたらそういう親からの悪影響に対処し向き合い、良き方向へ改善できるのかを知りたいです。どうかよろしくお願いします。追伸、私が人との関わり方や自分への嫌悪で心を病んでいてどん底にいた時に救っていただいたのは大愚現象の一問一答のおかげです。本当にありがとうございます。神社に行ったりすると、そのご神体として鏡が祀られていることがよくあります。鏡といっても今のような鏡ではもちろんないんですが、昔の人にとって自分の姿がそのまま客観的に自分の
そのままの姿を映し出す、そのような力を持った鏡がその真実を見通す象徴としてご神体として扱われている。私たちは自分の真実の姿を見ることがなかなかできないですよね。でその時に自分の姿そのままを見ることができる。これは本当に昔の人にとってはすごい衝撃的なことであったろうと思います。自分はこんな顔してるの、自分はこんな姿をしてるのっていう、それを映し出す。現代では写真というものもあるし、もちろん動画もあるし、それをまた一般の人たちも特別な機材を持っている人じゃなくてもね、スマホで自分の写真も撮れるし、動画も撮れるし、人に撮ってもらうこともできる。でこの鏡が映し出すような、写真が映し出すような、その写真、真実を映すと書きますけれども、自分の姿をそのまま鏡を通して見ることができる。でこの自分の目で見ることができない自分についての真実を見せられた時に、例えば女性、男性もそうだと思います。鏡の前に立ったらね、一生懸命この真実の姿を取り繕うとして手が動いたり表情を作ったりすると思います。髪の毛を少しこうしてみて、この真実の姿が、ここにシミがとかね、この目の下のクマがとか、それを一生懸命覆い隠そうとするわけです。けれどとにかくこの真実の姿を映し出すのが鏡だから、この鏡というものが宗教の儀式の中でその全てを見通してしまう神の力の象徴としてですね、扱われたんですね。実はこの鏡に似て、私たちの表面の顔形ではなくて心を映し出す鏡があるんです。本当のその鏡であったり写真というのは、その表面の、私たちの表面の顔形、姿形を表しますよね、映し出しますよね。ところが心の内側に自分でも気がつかないようにあるというその真実の姿を映し出す鏡が別にあるんです。私たちの心の姿を映し出す鏡が何かというと、他人なんです。私たちが何かを見て、誰かを見てすごい腹が立つ。私たちが誰かの言動を聞いてなんだか落ち着かない、受け付けない、私はそれ嫌いって嫌悪を感じる。そういった場合、往々にしてその嫌悪というものは自分の中にその姿を持っているがゆえに、それを他人の中に見たときにそれが非常に醜く見える。自分が持っているから。何かを見て嫌いと思うのは、その嫌いと思っている先の対象が醜い姿をしていたり嫌な要素を持っているではなくて、その自分が嫌悪を感じる、自分が見ている目の前にいるその対象を通して自分の中に同じような自分が嫌っているその習性を見たりする。だからそこへ反応してしまうんです。それが証拠に、そのような嫌悪を持たない、全く持たない生まれたての赤ちゃんや動物、その言葉を返さない、それから私たちのそういった心の中の動きを全く意にも介さない、気にしない、していない動物、その人にそのものにどんなにね
バカ、死ね、お前なんか死んでしまえばって言ってもね、何ですかみたいな感じで知らん顔してますよ。うちにもよく一問の中で言ってますけど、動物たちがいろいろいるんです。その動物たちモモっていう名前の黒柴がいるんですけど、小さな柴犬が。で見てるとね、本当バカだなとかアホチンだなと思うことってあるじゃないですか。そのかわいいんですけど、本当にこれ学習しないねと同じことやっていろいろね失敗したりやってても、でその時にね、例えばアホとかバカとか言っても何ですかみたいな感じです。何も怒りもしないし、当然喜びもしないですけども、むしろ尻尾振って近づいてきますよ。バカバカとか言ってもね、何ですかみたいな感じでこうやって来ます。でもそれは彼の中にその言葉も通じてないし、彼の中に別にバカとかアホとかなんかお前なんかドジな犬だとか言われても別に何も反応するものがないからなんですね。トモさんの問題は何かというと、このお父さんとかお母さんとか家族の中でバカとかアホとかそういうことが日常的に家族がみんな使うと。でそれに対して今やめてくれよと思ってるっていうことは、もうまさに自分もそういう癖を持ってるからっていうことですね。でそれにトモさんは気づいてるわけじゃないですか。で何とかしたいと思うようになった。多かれ少なかれというか、ほとんど必ずと言っていいほど、それは子供は親の影響を受けますよ。子供に限らず私たちは近くにいる人の影響を必ず受けます。長くそのものと付き合いが長ければ長いほどその影響をやっぱり受けていくんです。で気がついたら同じような言葉を使い、気がついたら同じようなものを好み、気がついたら同じようなパターンで行動するというふうにしてなっていきます。ですからトモさんが自分の家の人たちがみんなね、バカとかアホとか死ねとかいうことを日常的に使う。で自分も使うということによって、そのトモさんの家のコミュニティの共通言語みたいになってるんですよね。でこれまた地方によっても日常会話の中で「アホちゃうかお前」みたいなね表現をすることが、その関西の人だったらそれは全然傷つくようなツッコミじゃないっていうことを言ったりする人もあるし、関東の人が聞くとね、なんかちょっとそんなえげつない言い方をしてみたいなことを思うことも、例えば関西の人だったら「そんなん当たり前よ」とかね、広島の人もそうだし、私のいるこの愛知の名古屋弁っていうのも結構きついですよね。私の母なんかは神奈川県の人なので、この愛知県に引っ越して結婚して引っ越してきた時に、もう本当にこうね「おめえさん何やっとりやす」とかそれも強い口調で言ってる。でも言ってる本人は全然そんなことを思ってないっていうぐらいどぎつい言葉が当たり前に飛び交う、ね、そのような地域性があったり、もちろんそういった家族とか仲間がいたりするっていうことは珍しいことじゃないですね。ただトモさんはそこに気づいて、これは決していい癖じゃないなと、決していい習慣じゃないなっていうことを思い始めたっていうことなんです。それはそれでいいと思うんですね。で、なんとか家族の中でバカとかアホとか死ねとかで、ちょっとこれ普通の家族じゃないなって、それは分かりませんけれども、普通の家族じゃないかどうか分かりませんけど、自分でね、この家族は異常だなと思い始めた。でそこに影響されないように、自分は影響されないようにしたい、そう感じ始めた。であるならばトモさんの処方箋、漫画家になりたいんでしょう。そういう漫画を描いてください。自分が違和を感じているもの、疑問を感じたこと、すごい感動を受けたもの、そのようなもの、自分の心をプラスの方向
にせよ、マイナスの方向にせよ、揺らしたもの、これが作品の題材じゃないですか。身近にいて、お父さんお母さん異様だなと思うようなツッコミ、そしてやり取り、もう非常に客観的にお父さんお母さんを見てますね。で、自分もそのように観察してますよね。お姉ちゃんにしてもそう。それをおそらくこのトモさんが漫画を描きたいと思うんであれば、その漫画の絵の上手さとか構成とかいろんなことはテクニカル的なことはあるかもしれませんが、もっと手前の話で、作品っていうのはその題材になっていること、テーマであったり視点ですね、何を題材として取り上げようとしているか。トモさんの一家のこのドタバタ劇をどのような視点でトモさんが見るかって、これが作品の面白さなんです。一石二鳥じゃないですか。これは極めて平穏で、いい意味で何の特徴もないね、平和でっていう家庭だったら題材になり得るものはないわけです。無理やり探してこなきゃいけない。でもそこになんかうちの家族は異常ですっていうようなものがあるわけでしょ。そしたらお父さんにそれを一つの漫画に登場してくるキャラクターとして名前を別につけて、お母さんにお母さんの気質のそういうキャラクターをつけて、そしてお姉ちゃんにもそういうキャラクターをつけて、忘れちゃいけないのはそこに自分も登場させる。自分にもトムさんが言うおかしなところあるわけですからね。でそれを家族全員を題材にして、それは一つの漫画になりますよ。ね、で少し、表面化してバカアホとか死ねとかっていう心のつぶやきがそのまま出てしまうという、無意識の垂れ流しみたいなものが普通の家庭よりも多いところだと思うんですけど、みんなやってますよ。なんか見てね、兄弟でも家族でもそうですけど、なんか言われてうるせえなこのクソババアとか親に思ったりとか、そう思ってる人はトモさんだけじゃないでしょ。で逆に子供が生意気なこと言った時にね、本当にこのクソ生意気なあれとかね、私の兄なんかもよく言ってましたよね。男の子は2人いるんですよ、うちの兄はね。男の子なのでね、喧嘩もするしやんちゃだし生意気なこと言うし、そういう時期があるじゃないですか。でうちの兄なんかね、だんだん子供の時に生意気になってくる、子供たちが大きくなってきて生意気になってくる時期ね、寿司屋連れてって思いっきりサビいっぱい入れてって言って出してやろうかとかねどうやって懲らしめてやろうかを考えてたり、私も娘がいるんですけど、買い物行ったりしてね、おもちゃ売り場でこう買ってくれないかと思って粘ってたりすると、そして懲らしめてやろうと思ってね、あんた言うこと聞かねえなっていうんでね、物陰に隠れて、で娘がはっと気づいてお父さんいないって言ってわーって泣き始めて一生懸命探すわけですよね。あんまりやりすぎると幼児虐待って疑われるといけないので、その子のスッと出て行って分かったかっていうね、お父さんの言うこと聞かないとこういうことになるぞみたいなことちょこちょこやったりしましたよ、小さい時子供がね。でも内心表だってね、バカアホとか死ねとか、そこまでは言わないにしても腹立つことっていっぱいあるじゃないですか。そういう誰もが持っているその人間のドタバタしたところ、なんかこうおかしいところで、そういうところを客観的に見て作品にしていく。でそんななんか特別なことではない日常生活の中にこれわかるっていうような、それが出来事、これを取り上げて題材にしていくっていうことが人から読んでも面白いわけです。共感できるわけですね。ですからぜひね、トモさんね、その家族のまさに毎日起きるいろいろな出来事をちょっと面白おかしく漫画にしてみてはいかがでしょうか。サザエさんなんかそうですよね。本当ロングセラーで面白いなって思うんだけれども、あれがなぜ受けるかって言ったら本当に素朴なんですけれど、特別じゃない、こういうことあるよねっていうことが描かれている。だから子供から大人までみんな面白おかしく見れるわけですよね。きっとね、トモさんね、そういう感性を持った人だと思うし、その身近に毎日で起きる出来事をそのまま漫画にしていくわけですよ。
でこの漫画にしようと思ってちょっとこう膨らましてね、話膨らまして作ったりってしていくうちに、きっとねもっともっと客観的に自分の言葉遣いとか、みんなが使っている言葉遣いとか、その裏にある悪意、逆に言えばその裏にあまり意味なくこの人はこんな言葉を言ってんだなって、きっとね同じバカアホ死ねっていうツッコミにでもそんなに重い意味がないものと、本当にこう恨みがこもってるものと、いろいろな種類のその言葉の運んでいるその人の感情っていうものがもっと細かく見えてくる、そのようなことがきっとね起きてくると思います。トモさんにとってもし自分が影響されない自分になりたいとするのであれば、その影響されているその家族の中で使われている表現とか態度とか、いろいろあるんでしょうけど、それに反応してしまっている自分の中に持っている同じような要素をも表に出して漫画に表すんです。でそのことによってきっとね、自分も持っている自分が直したい癖とか、自分がこれダメだなって思うようなところとか、本当にもうアホだなと思うような、自分が自分に突っ込み入れたくなるようなところも客観視できるようになる。ね、自分のことってなかなか直せないんですよ。でも人のことはね注意できるじゃないですか。ね、でこの自分の中に起きている自分の中の醜さを人ごとにしてしまうっていうのが漫画家なんです。だからぜひその漫画を描くという、特技があられるのであれば、ぜひそれをご自分のねトレーニングとして、トレーニングというのは漫画を描くトレーニングにもなるし、それから自分の中の拭い去りたい醜さっていうものをちょっとでもトレーニングして良きものに変えていくというこの一石二鳥できるわけです。ですからぜひね絵にすることができるとかね、その要素を取り出して漫画にすることができるって、そんな他の人にはない才能を持ってらっしゃるんだったら、ぜひそれをやってみてください。とても面白い作品になると思いますよ。そんなことで、トモさんまだ、19かな、この、お悩みを届けてくださった段階で19です。この後どういう進路を歩まれるか分かりませんが、大学行ったり進学したり就職したり、今のご家庭から離れてしまうと題材が近くなくなっちゃいますからね、早く始められた方がいいと思いますよ。自分の身近に今の人間関係がある状態で題材が目の前にあるという作品が1個でも2個でも書けるわけじゃないですか。1話2話作れるわけですよ。これがだんだんこれでまた年齢重ねて就職したり進学したりして、その今の家族の元からポッと離れちゃったら、こんな自分の心を大きく揺り動かすような題材が目の前になくなっちゃうわけですからね。まずは、そこに視点を置いて、ご自分のトモさんの家族を題材にした漫画を描いてみてはいかがでしょうか。それが私からの処方箋です。頑張ってください。その作品ぜひね読みたいと思います。応援してます。